こんにちは、ゆうきです。本日はですね、私の格好からもわかりますでしょうか？サッカーについてお話ししたいなって思います。今日は楽しい内容となっております。なぜかと言いますと、シドニーで大画面で無料でパブリックビューイングできるところがあるんですよね。だからその人気スポットを教えていけたらなって思います。で、私たちすっごい最近もう家事と仕事と忙しくてなかなか一緒に見れてなくて、プラス私がねもう仕事始まってる時には試合が始まってるじゃないですか。4時とか5時とか朝のね。だからなかなか見れなかったんですけれども、でもね今週の土曜日そのチャンス到来ってことで、もしそれが成功して私もサンティも家族4人でみんなでサッカーパブリックビューイングできたとしたら、それもお見せしたいなって思います。で、サムライブルーに対してオーストラリアのチームの名前何か知ってらっしゃいますか？サッカルーズって言うんですよね。サッカルーズ。なんでかっていうと、サッカーとカンガルーを組み合わせてソカルーズって言うんですよね。かわいいよね。オーストラリアはね、動物大好きだからね、かわいいよね。ちょっとだけやっぱり心は日本に傾いてますまあそんな感じで今日の内容は、私たちサムライブルーだけじゃなくてソカルーズも応援してるんですね。なかなかないけど1回ぐらいあったかな。オーストラリアと日本が対戦したこと、その時ね心が苦しい。でもシドニーでワールドカップを大画面で無料でパブリックビューイングできる人気スポットを教えていけたらなって思います。で、その後に私たちねずっとサッカー選手の追っかけをねしてたんですよ、若い時。だからだいたい10年ぐらいですかね、過去10年ぐらいに集めた3着のユニフォーム、とっても私たちにとったら宝物の3着のユニフォームを紹介できたらなって思います。で、1着は私が高校生の時から大好きだった選手に会うことができて、でサインをいただきました。2着目は私もサンティも、でもサンティの方が大好きかな。私たちのスーパースターの選手にサインをしてもらった2着目。3着目、私たちがもう追いかけ回してっていうかお願いしてでサインをいただいたっていう渾身の3着目を見せていけたらなって思います。でね、その前にこちらね、これ私の出身地になります。高知にいる人みんな家族だよっていう感じで高知家って掲げてます。で、それが入ってるでしょ。で、見てこれカツオ、これね高知ユナイテッドのユニフォームなんですよ。で、ここカツオでしょ。で、高知銀行めっちゃローカルでしょ。でも私高知出身だからそれをね捨ててはいられない。だから遠くからですけど応援してます。ではパブリックビューイングできる無料の観戦人気スポットを教えていきたいと思います。で、1つ目、タンバロンパークです。で、タンバロンパークはダーリングハーバーにありまして、で、観光したことのある日本人の方たちは行ったことあるんじゃないかなって思うんです。しかも子供たちが遊べるところでとってもいいんですよ。で、夏は水遊びもできますし、大きいジャングルジムとか木でできた遊具とか、とっても怖いまっすぐのストレートな滑り台とか、あとちっちゃい子供が遊べるエリアもありますね。あといいのが子供たちを遊ばせてその後にベビーカーとかで寝かせるなり抱っこして寝かせるなりして、親たちはパブリックビューイングを楽しみに行くっていうね、それがね
めっちゃいいなって思います。もちろん無料でキックオフの1時間前にオープンします。こちらではオーストラリアの試合に加えて準々決勝、準決勝、決勝と見れるようになってます。でね、今週の土曜日できたらここに行きたいんですけれどね、どうなるかなって感じです。また行ったらシェアします。で、試合スケジュールはこんな感じになっております。概要欄にも載せていますので、また見てください。2つ目、キャシー・フリーマンパークとなっております。で、キャシー・フリーマンパークっていうのはシドニーオリンピックパークにありまして、シティからだいたい電車で20分、30分もかからないかなっていう感じですね。でも、こちらのキャシー・フリーマンパークでは、オーストラリアの試合しか見れないですね。で、少し制限があって、場所が限られてるので、もし収容人数に達した場合は、制限がかかって入れないっていうこともあるみたいです。そう、気をつけてほしいのが、こういうね、会場で、パブリックビューイングとかイベントがある時ってだいたいその入場前にカバンの持ち物検査があるんですよね。アルコールがダメなところもあったりとか、あとはなんか危ないものを持ってないかっていうのの確認なんですけれども、そういう確認もあるかもしれないので気をつけてください。で、アクセスは非常に便利で、電車でも行けますし、バスもたくさん通ってます。駐車場お使いになることもできます。でも料金がかかるのでそこは注意ですね。もしパブリックビューイング行けないとなっても、オーストラリアでね、どうやって無料で見るかと言いますと、SBS On Demand っていうアプリがあるんですよね。それをダウンロードしていただくと、全てのワールドカップのゲームがタダで見れます。で、今から私とサンティのコレクションのユニフォームを紹介していきたいと思います。一つ目、小野伸二選手のウェスタンシドニーワンダラーズのユニフォームでね、これは創設当初、このチームはとっても新しくて、ちょっと前って言っても10年も前ではないけど、それぐらいの時にウェスタンシドニーワンダラーズが創設されたんですよ。で、その時に目玉選手として小野伸二選手が日本からやってきたんですよね。オーストラリアにいる日本人たちはもうワク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 、すっごいそわそわしてて、小野伸二が来るんだってみたいな。しかも私めっちゃ高校の時から小野伸二選手が大好きだったんですよ。だからこの目で見れるのと思ってちょっとワクワクしてたのを思い出します。これ白なんですよ。けど黒バージョンもあって、当時ずっと売り切れ状態になってて、で頑張って買ったんですよね。で、私は黒でサンティが白買ったんですよ。で、これ後ろここ21番で、ここにサインをいただきました。で、サンティもね、とってもファンだから、小野選手、こういうプレーが良かったよ、頑張ってね、とか言ったら、すっごい快くサインしていただきましたっていうのが1着目です。2着目、本田圭佑選手にサインしてもらったメルボルンビクトリーのユニフォームです。これにはね、たくさんのストーリーがありまして、本田選手がオーストラリアに来る前にとっても大きなニュースだったんです。で、本田選手がメルボルンに行ってから数回私たちもメルボルンに行ったんですよ。追っかけにで、このねジャージにサインしてもらいました。こちらです。そう、4番本田選手となっております。でね、これね見ていただいたらわかるんですけど、これ夢って書いてるの分かります？ここにね夢って書いてるんですよ、漢字で。で、これはなんでかっていうと、メルボルンのグラウンドで練習をしてたんですよ。本田選手がメルボルンに到着してすぐの時の2回目か3回目ぐらいの練習に行ったんですよ。で、その時にずっとこうやって待ってて、本田選手がね気づいて来てくれて、でサンティがここに夢って書いてって言ったんですよ。ここに夢って書いてくださいって。で、
夢みたいな夢みたいになってて、でそうなんでって言われたので、サンティも本田選手は小学校の時に将来大きくなったらイタリアのセリア A に入団して10番掲げて活躍するっていう夢を掲げていて、自分でその夢を手に入れたじゃないですかっていう話をしてて、でそれでね本田選手びっくりしてました。そうだからここに夢って書いてもらいました。でね、私たちどうその本田選手がどこにいるかっていうのを割り出したかというと、別にそんなストーカーみたいな怖いことはしてません。直接クラブに電話して、でサンチが今日本田選手を見たいんですけれども、あなたたちどこで練習してますかとか聞いて、で練習場所とかスケジュールとかをね私たちも抑えて、それでやっと本田選手に会えたっていう感じですね。で覚えてます、その日ちょっと雨もパラパラ降っていて、その中練習してたんですよ。だから私たちも寒くて冬だったので、この着てたフードとかをかぶって雨を避けながら見てました。で数人パラパラ帰ってったんですよ。でも私たちは粘って、シドニーから来てるからねシドニーから来てるのでずっと粘って見てたのを思い出します。で次、最後の3着目、こちら日本代表のユニフォームです。でこれが2014年モデルの日本代表のユニフォームとなっております。でね、これね結構面白いストーリーがありまして、日本対パレスチナ戦を見に行ったんですよ、私とサンティで。でその時に試合終わる10分前とかに下に降りていって、試合終わった後に選手の人たちが来てありがとうございましたってこうお礼しに来るじゃないですかね。その時にすいませんサインしてくださいって言いに来たかったんですけど、それがね失敗したんですよ。なんでかって、確かねそれをしに来なかったのか、そのままさっとはけていったのか何かでできなくて、もうダメだねって言ってたんです。で会場から出てきてどうにかしてサインをもらいたいと思って、私もそわそわ、サンティもそわそわしてて、そしたら選手の人たちが乗るバスがねピタって出口の隣に止まってて、でそしたらバスの近くでいたら来た時にサインしてもらえるって思ったんですよ。けどなかなか出てこないからどうするって言ってて、もしかしたら違う出口から出てきてバスに乗り込むかなとかって言ってて、そしたらねサンティがねそのバスの運転手さんとお話ししに行ったの本当にさ、そうでバスの運転手の方とお話しして、ねえこの後写真とかサインもらいたいんだけどもらえるかなっていう話したら、いやどうだろうね頑張ってみなって言ってくれて、でこの後このバスどこ行くのって言ったんですよ。そしたら何々ホテルみたいなそうニューカッスルの何々ホテルって言ってくれたんですよ、その運転手の人が。でみたいな。でちょっと予定変更して、ここで待つんじゃなくてホテルに行こうって言って、私たち急いでタクシーに乗って、で急いでホテルで出待ちしました。でね私たち先頭を守ってたんですよ、そのバスの入り口のところで。急に私たちがIt's okay みたいな、大丈夫ですよここにいてください、私たちもう帰るのでもう諦めますとか言って行くもんだから、みんなどうしたのみたいになるじゃない。で私たちホテルに行ったんですよ。そしたら私たちが最初でホテルのロビーの受付の人たちも、いやなんか待ってるこの人たちみたいな感じで結構ねアウェーな冷たい目を浴びたんですけれども、私たちは何が何でも会いたいと思って、であと頑張ってた選手にこの感動ありがとうございましたって言いたいと思って、で出待ちしてたら着いたんです、その選手のバスが。でそのバスの運転手さんの言ってた通りバスが着いて、もう私たち
サインもらい放題、握手し放題、写真撮り放題でした。で、当時それ2015年の日本パレスチナ戦だったんですけれども、4-0でね、確か勝ったんですよ。だからとっても選手の人たちも嬉しいウキウキモードだったと思うんです。だから私たちが写真撮ってください、ここにサインしてくださいって言って快く受け入れてくれたんですよ。でしかもね、こうやって3-4個ここにサインが並んでて、次の選手にこれもお願いしますって言ったら、おこいつもサインして、分かった俺もみたいな感じでしてくれたんですよね。で一つ一つ誰かって紹介します。でこれが牧野、これが牧野選手、これが本田選手で、これが吉田麻也選手で、これが遠藤で、これが岡崎で、これ武藤選手、長友選手、これが柏木選手、これが忠成李選手って感じでね。でもね、私たちのお目当ては、私はね牧野も大好きだったのよ。私は牧野が超かっこよくて大好きで、本田選手も大好きでしょ。でも私吉田麻也選手も結構背が高くてゴールキーパーしてたんですよ、その時。でめっちゃかっこよくて覚えてるでしょ。で長友も大好き、私長友も大好きだね。あと遠藤もね、もうめっちゃ大好きだった。牧野がかっこよかったの。牧野がかっこよくて、で遠藤は面白かったのかな。で長友も面白いよね。で本田も結構お笑いのセンスがあって面白いよね。ですっごい人気があって、で遠藤とね写真撮れたので遠藤さんが写真を撮ってくれて、で写真撮っていいですかって言ったら、こうやってやってくれたのを覚えてます。だからすっごいいい思い出となりました。で長友にねサンティが話しかけたんですよ。サンティが長友にイタリアセリエ A のインテルで活躍するのを応援してますって言ったら、とっても嬉しそうにねニコニコしてくれたの。だからサッカー選手の人たちも人間なんだって思いましたね。でもねすっごい皆さん優しく対応してくれたの覚えてます。だからうわ何あの人みたいな、そういう経験サッカーでしたことないですね。だから本当に皆さんありがとうございました。ってな感じでどうだったでしょうかね。私もねちょっとねもう楽しくなっちゃいましたよね。サッカーってね4年に一度このワールドカップみんなが団結して一つのチームを応援するっていうねお祭りイベントじゃないですか。終わってほしくないなワールドカップって思いますよね。でもね私よりもサンティの方がそう思ってると思うんですけれども、そんな感じですね。お祭りを盛り上げていく感じでみんなでサッカーを応援しましょうってな感じで、本日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんなチャンネル登録してね。